皆さん、こんにちは、こんばんは。ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、人造人間キカイダーの続編、1973年に放送された、キカイダー01を、2004年にバンダイが、ソフビ技術を駆使した、新シリーズ、ソフビ魂の第10号として販売した、キカイダー01のソフビと、放送当時からの視点も交えて解説した動画です。キカイダー01は、1973年5月12日から1974年3月30日に人造人間キカイダーの枠に NET 系列で放送された東映のヒーロー番組で仮面ライダー V3 や X ライダーの夜7時30分の放送時間直後の土曜の夜8時に放送されました。キカイダー01 360度回転キカイダー01撮影スーツの変化キカイダー01ドライバーテレビ局の打ち出した変身大会は残されますが、デビルマンはミクロイド S に引き継がれたので、厳密には変身はないのですが、キカイダー01とのペアとしては継続されています。また、ミクロイド S は手塚治虫原作のアニメですが、虫プロではなくて、制作は東映動画でした。当時の子供としては、帰ってきたウルトラマンのマットの南隊員を演じた池田志雄介さんが主役だったことに、少し慣れる時間が必要だった気がします。キカイダー01は、光明寺博士が日本の悪のエネルギーが増大した時に眠りから覚めるようにセットして3年間仁王像の中に封印されていたキカイダーより先に作られた兄で身長は180センチで体重90キロ目は敵の正体を見破る透視光線や光線感知器を装備しドアの向こうも見ることができて毒の解毒剤を合成する機能もあります。太陽電池で動くため、夜や海底など、洞窟など太陽光が届かないところでは、出力が10分の1に低下するのが弱点で、弟のキカイダーに救われたりしますが、光があるとキカイダーよりも強力なパワーを発揮します。01ドライバーや必殺技、ブラストエンドなどの武器があり、キカイダーとの合体光線には、ダブルブラザーパワーという強力な光線技があります。意外な設定として、01の秘密の中には、足のサイズは25センチというのがあります。キカイダー01は、キカイダーの次郎よりも先に作られた人造人間で、完全な良心回路を持っているので、キカイダーとは異なり、悪人でも人間と戦うことができなくて、子供や女性に弱く、キカイダーとは、赤と青の左右が逆になっています。番組としては、子供にもわかる、明らかに続編なのに、2作目の01が、弟ではなくて、兄という設定は、視聴者の年齢で、多少理解するのに時間が必要だったくらい、意外な設定でした。仁王像が爆発して、中から登場するシーンは、大きなインパクトがあり、放送後には子供たちが、まじまじと現実の仁王像を見る子供がいました。キカイダーの次郎と、破壊ダーのサブローが出ているのに、ローがいなかったことに、01が始まって気づかされた、子供も多かった気がします。聴力や、視力は、後に作られたキカイダーの方が上で進化しています。弟のキカイダーは、ギターを持って登場しますが、一郎は、白いトランペットを吹きながら登場します。撮影的には、キカイダー01の放送、1973年の夏くらいから、1973年10月2日から放送が始まる、同じ石森章太郎原作の東映のヒーロー、稲妻の撮影が始まり、主役の渡り五郎を、キカイダーの次郎役の伴大輔が演じたことから、キカイダー01への出演が難しくなってしまい、新キャラクター、美人ダーのマリに、ジャックの志保美悦子が起用され、30話からキカイダーに代わって活躍します。01とキカイダーは、略してダブルマジンガーと同じように、ダブルキカイダーとも言われます。キカイダー01のマシンは、キカイダーと同じくサイドカーですが、横の部分は、カーとか呼ばれますが、日本では、側車と呼ばれますので、ここでは、側車で統一して解説しますと、ダブルマシンの側車は、バイクの左側にあり、一郎が01に変身しても、キカイダーのようにマシンは変わらず同じです。キカイダーは、変身前は色は異なりましたが、2台用意されたサイドカーで、変身後のサイドマシンの側車は、右側で、ベースは、川崎マッハスペシャルサイドカー GT500 で、変身前は左に側車があり、ベースのバイクも異なり、前期仕様は、川崎の 500SS にイラでタンクの上が黄色で、下がホワイトのカラーに、
側車をつけたサイドカーで、後期は、川崎マッハ 2 350SS で、タンクの上が黄色で下がレッドのカラーに、側車をつけていました。キカイダー01は、兄ですが、マシンは弟のお下がりで、自動の変身前の後期仕様の変身前のサイドカーのカラーを変更して、クリアのカウルや、羽、ジェットエンジン、側車から出ているマフラーなどがプラスされていますが、形状を比べれば、自動が後期に使用していた、サイドカーなのがわかります。そのために、01に登場する自動は、変身後のサイドマシンにしか乗っていません。設定的には、空を飛べて、宇宙にも行けるマシンで、地上走行が最高500キロ、飛行速度は800キロで、フロントにされたミサイル砲と、ウィングの噴射口から01ファイヤーを発射できます。キカイダー01のソフビは、ポピーナメーンで販売し、視聴率が当時 5% を超えなかったことからも、夏くらいに、ミドルサイズ、ミニサイズの2種を中心に販売され、他に、セット販売の Y 字ポーズのミニサイズソフビや、ペンダントソフビがありました。大サイズは、ハワイ放送時期にバンダイのブランドで販売し、国内にも再放送のエリアなどに少し販売されています。キカイダー01のスーツは、キカイダーが頭部から下のメカが、シルバーのモールドだったので、両手と胸から背中へも、クリアパーツの中に、キカイダーと同じくプラモデルのバイクのシルバーパーツを中心に、メカを配置していますが、かなり大きく異なる内部メカになっていて、アクション用とアップ用を修復、改良しながら、撮影していますが、ファンには、対別的に3種に分類されています。A スーツは、スーツアクターに対して大きく、ビニールで、シワやダブ付きが多く、青の色派、キカイダーと並ぶと水色と言えるくらい明るいスーツで、上半身と下半身が剥ぎ合わされた境目がわかるスーツで、ブーツの黄色いラインが太いものを履いています。B スーツは、ビニールレザーの質が変わり、フィットしてシワが減りますが、水色がさらに明るく、少し紫に見えることもあるカラーで、艶が抑えめで、ブーツのイエローラインが細いものを履いていることが多く、バックルの01のマークも少し小さいベルトをつけることがあります。C スーツは、スーツ生地が A に戻り、青が濃くなります。そのため、ブーツのカラーと合っていないことが多く、赤も、もっとも濃いカラーです。また、覗き穴は、ウルトラマンと同じ目の内側の下にありますが、目の輪郭の黒の凹みの中にあるのでほとんどわかりません。ただ、撮影進行上、クリアの目のパーツにも、アクション用と同じく目のパーツ部分にも穴開きの目も存在します。また、アクション用は、目のパーツ自体に穴がありますが、アップ用と同じ場所にも大きな穴があり、なぜかほとんどピンクの目も存在し、目の縁のくぼみを生かした目が飛び出るアクションもあって、年齢層を下げた演出も施されました。後頭部のマスク脱着部分のメカは、キカイダーのボディと同じモールドの絵ですが、この絵の部分がないスーツも存在します。スーツアクターは、三橋幸雄さんで、脱着は背中側にチャックがあり、首の部分でマジックテープで留めていて、頭部はボディとは別に独立していました。キカイダー01も、キカイダーに続いて、ハワイでも放送されましたが、ハワイでの初放送は、対象年齢が下がった内容からか、打ち切りになってしまいます。ですが、後に、キカイダーと共に再放送で、人気を得て、キカイダーの兄弟として知られます。キカイダー01の必殺技はブラストエンドですが、使用回数的に、01の武器としては、01ドライバーのイメージが強く、2011年の映画、オーズデン王、オールライダー、レッツゴー仮面ライダーに登場した、01もブラストエンドではなく、01ドライバーをジェネラルシャドウにお見舞いしています。そんな01ドライバーをソフビで再現したので、ご覧ください。キカイダー01は、1973年のオイルショックや、ゴールデンタイムのスポンサー料金などから予算的にも苦戦して、敵のキャラも、キカイダーの敵を改造したり、ルー用フィルムを使用する工夫をして、キカイダーとの共演の続編を展開しましたが、次郎役のバン・大輔さんが、稲妻に行ってしまってからの、ビジンダーや、ルダーなどの、キャラ同士の芝居は、時間的に、年齢層の高い層の離脱につながってしまいました。ハカイダーも、ギルハカイダーの区別は、子供にもおもちゃメーカーなどにも、ややわかりにくく、差別化が少なすぎた感があります。逆に再放送では、ルダーが、
美人ダーに手紙を書くなどの、キャラ同士のドラマが、低年齢層に受けるという、機械ダーよりも、年齢によって評価が異なる作品になってしまい、土曜夜8時の変身大会の枠は、01で終わり、大人用のドラマ枠に移行します。ですが、機械ダーとの、ツーショットや、2体の両親回路の違い、エネルギーの違いなど、機械ダー続編として、見る、一郎、二郎、三郎のストーリーとしての評価はあり、ハワイでも、再放送で理解を深められた作品でした。ポピーのソフビも、当時としては頑張っていたのかと思いますが、再現度が高いとは言えませんでしたが、30年後に再現された、ソフビ魂の01は、機械ダーや破壊ダーよりも大変だったのは明らかですけども、機械ダーと並べも、遜色ない姿で販売されました。そんな、バンダイのソフビ魂、機械ダー01のソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。